日曜日、時刻は夜9時になりました。こんばんは、シンガーソングライターのみゆです。この番組みゆチューブラジオは皆さんとおしゃべりしながら生放送でお届けします。ということで本日も無事に始まりましたみゆチューブラジオ。皆さんこんばんは。ハロー、オラ、サワディーカー、ニハセヨ、ニハオ。皆さん元気にしていらっしゃるでしょうか。ということでね、今日は早速ね、1曲目私の曲から聴いていただきたいと思います。新曲のねタイトルが Rock Scissors Paper というね曲をお送りしていきたいなと思うんですが、この曲はその大切な人だったりね、大好きな子だったりとね、遊んだ後に会った後にお別れするのがちょっとなんか名残惜しいなっていう、そういうね曲になっていて、どうせなら運に任せて帰るか帰んないか決めちゃおうよっていうね、じゃんけんポンってじゃんけんするっていう、そういうちょっとダサかわいいと言いますかそういう曲になっております。それでは皆さんで聴いていきましょう。ミュウで Rock Scissors Paper。
きいただいたのはミュの新曲ロクシザーズペーパーでした。ありがとうございます。はい、ということで本日の1曲目、皆さんとロクシザーズペーパーをお聴きいただきました。ありがとうございます。一度ね、この曲はね、ラジオの方でもリズムループをちょっと作ってみようっていうね、YouTube ラジオを作ろうのコーナーでね、ちょっとね、ライブを振り返った日かなに、みんなの前でね、実際に生でこうどんどんリズムを重ねていくっていうね、ものをねした曲の冒頭でやった、そんな曲を、しっかりねしたバージョンで本日もお送りいたしました。メッセージがね届いているので読んでいこうかなって思います。ラジオネームトランさん、ありがとうございます。英語でね、みゆの24時間チャンネルで聴けるってね、いう風に言ってくれています。正解、もう大正解でございます。そうなんです。この曲はね、パーティーナイトと合わせてね、今24時間チャンネルっていうものをやっておりまして、なんかそうだな、私の曲はもちろんなんですが、いろんなねクリエイターさんのインスタの曲とかもねかかってくるようなね、この YouTube チャンネルのトップページの方からね見れるんですが、そういうのでねやってるので、ぜひねこの曲気になるなって思った方はね、そちらのチャンネルの方で聴いていただければいいなと思います。ありがとうございます。そしてラジオネームIt'sりなさん、ありがとうございます。メッセージがね、いつも聞いてるよって、朝ごはん食べてる時にね聞いてるよっていうのを英語でね教えていただきました。ありがとうございます。そんな感じでなんかみんなの生活の一部にね、寄り添えるような、そんな24時間配信になっているのでね、お休み前とかお仕事中とか勉強中とかのね、リラックスタイムとかにも聞いていただければいいなと思っております。そしてね、この曲は先日のね配信ライブ12月16日に行いましたが、初めてね皆さんの前でミュージックビデオとしてね初披露させていただきまして、なんとこのね、クリスマス配信ライブバージョンの MV は、撮影と編集を私が担当いたしました。本当に本当に終わった後は達成感に満ち溢れたんだけど、なんか難しくて、初めて編集してその映像をね、なんか曲を作るかのように、正解がないのね、作るものって。だからとっても自分自身この後どうしようかなとか迷って、結構なんかくじけそうになった時もたくさんあったんですが、これを頑張ったらみんなにクリスマスライブいい形で見てもらえるなって、ちょっとそれをね糧にちょっと頑張りました。編集と撮影をね。なのでぜひねクリスマスライブたくさんね振り返って見ていただいて、そちらのね私が担当したミュージックビデオの方も何回もね見ていただければいいなと思っております。そしてねライブのお話はこの後でもたっぷりしていきたいと思います。あなたからの感想をお待ちしております。改めまして、シンガーソングライターのみゆです。私みゆの YouTube チャンネル YouTube では、私のオリジナル曲を中心にこうしてねラジオ配信やライブ配信などをしております。チャンネル登録者数が2万人を超えまして、今現在がね2万2900人ということでね、2.29万人ですね。たくさんの方にご覧いただいております。本当にね嬉しいです。毎回ねお話しするこのラジオをやっていくたびにどんどん増えていきましてね、とってもね嬉しいなって思います。ありがとうございます。そしてこの YouTube ラジオは毎回生放送でお送りしております。こうやってね皆さんのコメントをね読みながらおしゃべりしてる感じでね進めていきたいなって思ってるんですが、アーカイブがねこちらの
ラジオ残ります。アーカイブでは皆さんのねコメントもね画面の右側にね出てくるので残ってるので、たくさんねコメントしていってくれれば後から私が読めるのでね、たくさん残していってくれればと思います。そしてこれは後日になりますが、たくさんのね国の方が遊びに来てくださっています。各国のね字幕サブタイトルも出るようにしているので、ぜひねチェック後ほどねしていただければいいなと思います。そして放送後期がね YouTube の概要欄で、あるのでね、ぜひそこもねまとまって文章で分かりやすくチェックできるので、概要欄まで覗いてみてくれると嬉しいです。お願いします。さてみゆはね、12月の16日水曜日の夜にこちら YouTube チャンネルでね、クリスマスライブをね行いました。皆さん見ていただけたでしょうか？ご覧いただいた方はね本当にありがとうございます。機材トラブルのね関係で本当に長い時間お待たせしてしまってね、すいませんでした。リアルタイムでね本当に何分も前からね、待機してずっとね見てくださっていた皆さんも本当にありがとうございます。その日はね、私もチャットに入ってねちょっと皆さんと待ち時間をねおしゃべりできたりして、なんか逆にいい思い出になったななんて思いつつ、とても楽しい時間でした。ありがとうございました。ということでね、10月に行ったフルムーンライブとね構成は同じように、今回も物語を作るところから私が担当して合間に曲が入るという形のねライブ編成で行いました。今日はねクリスマスライブの反省会と題しまして振り返りをしていきたいと思います。それではね、映像を見ながらいきたいと思います。ストーリーの中でね雑踏音があったんですが、それを実際にね渋谷に撮りに行きました。見てみましょう。こちらのようなね、こちらの映像は冒頭の映像は私が渋谷でねこう実際スマートフォンをグワーってやってね撮影してきたものになります。綺麗だよね渋谷ね。そして物語の中で今ねライブ配信の方を見ていただくと、きっとこのタイミングでね足音だったり車の通る音だったりが流れていたんですが、それもね実際にマイクをね渋谷に持って行ってこう音を拾ってね、してもねちょっと寒くて、その日風が強くて雑踏音にねちょっと風の音とかが入ったりして結構撮るの難しくて、私の帽子をマイクにかぶせたりなんかしてね撮ってきました。とても面白いね、内容になったかなって思っているのでね、そのあたりもね詳しくチェックしていただければいいなと思います。すごい面白かったよね。急にいきなり声の間にその雑踏音がテクテクテクってあるんだけど、ちなみになんか足音が聞こえると思うんだけど、それは私のね歩いてる音なんでね皆さん歩いてるなーって見てくれれば嬉しいです。そしてねクリスマスのライブということでみんなにもねどの国の方にも楽しんでいただけるように英語の曲を今回はね1曲カバーソングとして持ってきました。英語圏の方はサイレントナイトで、日本人の方は多分きよしこの夜で伝わると思うんですがね、その曲を、カバーソングとして持ってきたのでね、一回見てみましょう。はい、ということでね、この曲もやりましたね。唯一のカバーソングということでどうだったでしょうか。結構ね練習しまして、みんなにねよりいい発音で伝わるように英語のね翻訳家さんにお願いしてリモートでねレッスンを受けたりね、とても現代なんですけどそうなの、発音の仕方とかをねたくさん研究した一曲になっております。あとこの曲の構成が1番2番が、英語で
3番が日本語の、清子の夜夜をね歌って、で最後、英語の1番に戻るっていう構成の曲に、仕上げたんですが、なんだろう、街をねこう歩いていくストーリーの中では、街を主人公が歩いていく中でカフェだったりお店だったり、その街並みの中で聞こえる定番のクリスマスソングっていうのをね曲の中に入れ込めるようにちょっとアレンジしていただいて、中でもねその英語と日本語のギャップの面白さっていうのをぜひね伝えたくって、1、2番の英語の時はとても楽しい感じのジャズアレンジになってるので、ノリノリのね感じの雰囲気で行って、でも日本語の時になるとすごく歌詞の内容がなんて言うんだろうなあまり聞いたこと日本人の私もあんまり聞いたことないような神秘的なっていうか、なんかそういう神聖な感じの歌詞になっているので、よりそこがね丁寧に伝わるように、あとリズムの捉え方を変えてるんだよね。なんか1212って撮ってたのがジャズバージョンで、その日本語になった途端、日本の撮り方123123っていうワルツっぽい感じで撮ってみたりっていうね、ちょっとギャップをねつけてね演奏したので、ぜひねそこら辺もミューラジオでこんなこと言ってたなって思いながらね配信振り返ってみていただければいいなと思います。そしてねシークレットという曲をやりました。これもね一回みんなでちょっと見てみようかなって思います。ちょっとね分かりづらいかもしんないんだけども、今ねそのリアルタイムで音をねリズムループという形でね重ねていくというね一つの見せポイントといいますか、かっこいいところをねこの曲シークレットでは作りました。今まではねその弾き語りという形でピアノと私の声と一本ずつで、いろんなライブでも披露してきた曲だったんですが、今回のねクリスマス配信ライブではそのいろんな楽器の伴奏がついたバージョンでね、新しいライブバージョンでお届けしました。このねバージョンは今までね聴いてたその弾き語りバージョンを聴いてくださっていた方にはとってもねまた違った形で聞こえるなっていう風に新鮮に捉えていただけたのではないでしょうか。そしてね初めて聞いたよって方もね、ライブを普段ね見たことがないよっていう方にとってはね新曲としてね聞いていただいたのでね、とてもね皆さん新しい発見があった曲だったのではないでしょうか。ということでねこんな感じでシークレットやりましたね。とても楽しかったな。なんかいつもはその自分と向き合う弾き語り一本だったから、周りの音リズムグルーヴを感じながらやっていくっていうのをねとても新たに楽しい曲になったなって私自身でも思います。そしてね最後にパーティーナイトの話をしようかなって思います。もう本当にねパーティーナイトは本当に楽しかった、楽しかったとてつもなく楽しかったんだけど、そこをね見ていこうと思います。暖かなキャンドルはパーティーナイト、今夜はすれ違うどれもが幸せ。今ね実際に私も映像を見ながらみんなとおしゃべりしてるんですが、みんなに向けて楽しそうで私も乗りたくなるよね本当にそのアクシデントもあったんですが、その中でもやっぱりお話できたりすることもあって、やっぱり画面の向こう側には画面の向こう側ではあるけど、やっぱ応援してくれてる人を身近に感じたというか、とてももう画面の向こう側にはみんながいるんだなって思うと、本当に聞いてください。みんなに楽しい気持ちとか幸せな気持ちとか、そういう
ポジティブなね気分をお届けしたいって思ったその一心でね、このパーティーナイトは演奏させていただきました。どうだったかな。なんかみんなはすごい感想とかもその後ね、自分でアーカイブを振り返ってみんなのコメントとかを見させていただいたんですけどね、すごいみんな優しい言葉をねかけてくださってね、私はとても満足でしたね。とてもいいライブだったなって思います。ということでね、皆さんからも、コメントいただいております。読んでいきたいと思います。ラジオネームサンゴの海さん、ありがとうございます。クリスマスライブクオリティが高くてびっくりしましたよ。 MV まであるしということでね、ありがとうございます。そう、もともとライブではね、一度ね、前回のその普通のライブハウスでの配信ライブでね、1回目初披露というロックシザーズペーパーが初披露だったんですがね、そのミュージックビデオがついたバージョンをみんなに見てもらうのが初めてだったのでね、もうドキドキしたんですが、見届けていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。そしてラジオネームトランさん、ありがとうございます。お話のパートが可愛かった、 The story part was cute ってねいただいております。ありがとうございます。お話のパートもしっかりねみんなに伝わるように、あらかじめそのストーリーに翻訳をしていただいて、サイレントナイトを翻訳してくださった翻訳家さんに翻訳していただいてね、みんなで楽しめるようなね構成にできたのが私もねとても嬉しかったです。見届けてくれてありがとうございます。そしてラジオネームサバカンさん、ありがとうございます。聞くたびに発見があるとさらに聞くのが楽しくなる、ありがとうございます。そうだよね、なんか聞くたびにこういう音使ってるとか、こういう裏側はこういう感じだったんだとかねあると、多分もっと配信ライブ見るの楽しくなると思うので、今回のねラジオしっかり聞いて、また配信ライブね振り返りで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでね、クリスマスライブはねクリスマスが終わってるんですが、全然ね見れるのでね、今からでもねアーカイブ振り返って、まだの方はぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。そして YouTube ラジオへのメッセージは、生放送中はこの YouTube ラジオのチャットに、そしてアーカイブをお聞きいただいている方は Twitter にハッシュタグ YouTube で、放送中はもちろん放送後にね全部チェックいたします。ぜひ私の部屋に遊びに来たよっていう感覚でね参加してください。YouTube ラジオ。シンガーソングライターのみゆがお届けしていますミューチューブラジオ。ここからはお絵かきの時間ということでね、海外の方もたくさん見てくださっているこのチャンネル、お絵かきのねコーナーがご好評いただいているということで、毎回やってみようかなということになりました。前回はね、みんなでクリスマスのお話をしたので、こんな絵を描きました。題してクリスマスふにょんっていうのがついて街角で出会う人々っていうねタイトルで、お絵かきをしましたね。赤が道になっていてね、街のねいろんな出会いを感じる季節だね、なんか温かいそういう気持ちが見える季節だねっていう意味合いを込めてねこの絵を描き始めました。ということでね、本日も描いていきたいと思います。制限時間は絵を描き始めてから3分40秒で完成になります。こちらはねみゆのスモークというねインストの曲で、インストの曲に乗せて描いていきたいと思います。今日はねみゆのクリスマスライブの反省会というか振り返りをねしているのでね、今年1年を振り返りたいという思いを込めて、今日のお題は2020年ということでね描いていきたいと思います。それではスタート。いつもね緊張するんでね、この時この時色はそうだな
な。2020年はなんかみんなとより深くなんかつながれたというか、私のスタート地点だなって思うんだよねなんか本格的に YouTube を始めたのも4月からだったり、ラジオも夏にスタートして、本当にね、逆いろんなことがあった年だなって思いますね。ペンどうしようかな。時間ないんだけど、いつもゆっくり書いちゃうどうしよう。これかな。これ書きます。ちょっと太くします。これはね、逆にします。ごめん、消す。時間ないのによいしょ。これはもうちょっとちっちゃくしようかな。みんな何を書いてると思う私の頭の中。そうだな、こうでこうかな。こうしてちょっと細くして、電波塔ってどんなんだっけななんかいいや、角立てとこう。よいしょ。時間があと1分だね。急げ。今これはね、ビルを描いてたり家を描いてたり街の一部を描いてるの赤にしよう。赤で、あとはでかいぞ。時間がない。これは全部青の窓にします。時間がないのでは、ちょっと頑張れ頑張れ。オレンジ終わっちゃった終わっちゃった。題名か。題名ね。そうだな。題して電波に乗せてあなたとつながるこの1年はマイナスなイメージに捉えがちだと思うんだけど、私にとってはなんかそうだな、電波とか画面とかをね超えてだったけど、みんなに出会えた、そんな1年だったなって思うし、温かい部分、人のね温かい部分がなんか私は本当にクリスマスの時も言ったんだけど感じる1年だったなって本当に思ったので、お家だけ、真ん中のお家には明かりを灯して、ビルはちょっとお休みして、電波塔が皆さんの家に私との出会いをねつなげてくれるっていう、そんな感じですよし、ということでね、みんなコメントくれているので読んでいきたいなと思います。いい感じってね、英語のねコメントが来てるみたいです。頑張っててローマ字でね送ってくれてるのもあったみたいです。ありがとうございます。ということでね、なんだっけ題名電波に乗せてあなたとつながるでした。はい、ありがとうございます。ということでね、なかなか星とかかけたり月とかかけたらよかったけど、時間が足りなかったね。
なかなか可愛いのではないでしょうかね。ということで YouTube ラジオお絵かきの時間、次回もお楽しみに。ラジオこの番組では毎週生演奏もお届けしているんですが、先にちょっとさっきの話のね訂正をさせていただこうかなって思います。ちょっと私もね考えながらおしゃべりをして、どうやったらみんなに伝わるかなって考えながらおしゃべりをしているので、ちょっと情報がね間違っていたので、そのサイレントナイトのお話なんだけど、なんかサイレントナイトを翻訳していただいたのではなくて、発音のね練習にね翻訳家さんが、お手伝いしてくださったよっていう話をしたかったんだけど、ちょっとねここで間違っちゃって言っちゃったからちょっと訂正させてくださいということでね、今回も生演奏のお届けをしていきたいと思います。ちなみにこの BGM はね以前放送で皆さんと一緒に作った BGM になります。しっとりした感じでね、ちょっと間違っちゃった汗汗した気分をね落ち着かせてくれるような BGM になってますね。いい感じです。ということでね、今日はクリスマスライブのね反省会振り返りをしているので、その時にも演奏したみゆの新曲パーティーナイトを演奏したいと思います。そうだな、クリスマスからお正月とかね、新年とか年の瀬とか、とってもすごく早くね過ぎていくなっていう感覚なんだけど、ちょっと前になんかそう1年を自分で振り返るきっかけがあって、なんか本当にさっきも絵描きながら言ったんだけど、今年の4月から本格的にねみゆっていうなんていうかプロジェクトというかなんていうかみんなにねいろいろ素敵なね技術をお持ちの方にお手伝いしていただきながら進めてきたねこのみゆの活動なんですがね、なんだろう、本当に今までやったことないような経験をたくさんさせていただいたり、なんかその中で本当になんか今までの常識、自分の中の常識とかがとてもなんだろういい意味で覆されたというか、自分自身とても成長できたなって感じる年でありましたっていうことがねちょっと考えるきっかけがあったんだけど、逆になんだろう、そういうできることが考えられるきっかけがね作れるように自分自身の目線がなんて言うんだろう変わったっていうか、そういう中でやっぱりどんどんなんだろう自分への課題がどんどん生まれたり、まだこうできる、まだこうしていこうとかいうのがね生まれたりして、来年はもっとそういう課題がねクリアできれば、みんなにもっといいね活動の様子をねみんなと一緒に見ていけるのかなって思うと、来年もワクワクした思いでいっぱいでございますはい、ということでね、今日はそんな1年を振り返る形で幸せな気分で終わりたいなと思うので、パーティーナイトを演奏します。聴いてください。パーティーナイト。いつの間にか慣れていた並んで歩くぬくもりに会
ちを深くすると気づけたよ。ヒットナンバーつられて気づけばステップ弾んでく吸い込まれるかのように賑やかなウィンド越しに見つけた誰かを思う笑顔がこの街の景色救っていく。パリナイト今夜はこの街の誰もが幸せを願うmidnight。凍えるようなその心にも温かなキャンドルはパリナイト今夜はこの街の誰もが幸せになれるmidnight。見上げれば舞い落ちるウィンターマジックナイト。待ち合わせはいつもの場所。また君はいない午後8時。白いマフラーうずくまり駆け寄る君とてもよく似合う。君と過ごす季節はきっとあっという間さ。この夜風に登って君を誘うよ。人だかりを理由に遠回りをしようよ。できるだけ長く感じてたい。パリナイト今夜はすれ違う誰もが幸せを願うmidnight。凍えるようなその心にも温かなキャンドルはパリナイト今夜はすれ違う誰もが幸せになれるmidnight。見上げれば舞い落ちるウィンターマジックナイト。聴いていただいたのはみゆでパーティーナイトでした。いかがだったでしょうか。ありがとうございます。弾き語りバージョンでねお送りいたしましたパーティーナイト。たくさんコメントをいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネームがニハットさんかなニハットさんかな、多分ニハットさん。コメントがねヘブンデイっていただいております。ありがとうございます。天国みたいってことかな。なんか幸せな気持ちになってくれているということかな。そうだとしたらとってもね嬉しいです。ありがとうございます。そしてラジオネームたなぽんさん、ありがとうございます。
ハートマークとね音符マークね青色のねたくさん、送っていただいております。ありがとうございます。私もあなたを知ることができて感謝していますってね、日本語でねお送りいただきました。ありがとうございます。本当に私も想像しなかった展開になって、皆さんとこうやってね YouTube で出会えてるから、本当に運命的で偶然で、でも本当に嬉しいことだなって思います。いつもこういう嬉しいことがあるとはすごい運命を感じると言いますか、ときめきを感じると言いますか、こういう出会いって偶然だけど本当に全部自分に返ってきたりするから、必然でもあるのかななんて考えたりもしますね。最近は特にそう思います。皆さんと出会えてとっても嬉しいです。ありがとうございます。そして、ラジオネーム、大丈夫かな。はいありがとうございます。こんな感じでね、皆さんもコメントたくさんね、音符マークや拍手やね、絵文字などね、たくさんありがとうございました。お送りしてきました YouTube ラジオ。今日も皆さんご参加ありがとうございました。今日はね、私が12月16日に生配信しましたクリスマスライブの反省会振り返りを中心に皆さんとねおしゃべりしてきましたが、今回ね2020年ラストのラジオ放送でした。生放送でのねラジオでした。このねラジオも夏からスタートしまして、今まではインスタグラムやツイッターでみんなとね触れ合う機会があったんだけど、よりリアルタイムに特化してみんなとおしゃべりができるこのねラジオっていう場所がね、みんなで集まれる場所ができてね、とってもね嬉しいなって、よかったなって思います。引き続きね来年からもねこの楽しい時間をね、みんなで作っていけるように頑張っていきますので、皆さんねぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。そしてねそうだね、嬉しい報告と言いますか新曲とかもね動画とかもね準備をね来年に公開できるようにしているところなのでね、今日も午前中からレコーディングしてきたり、なかなかいいものがみんなにお届けできるのではないかなって思っているのでね、ぜひ楽しみに待っていてくだされば嬉しいなと思います。お知らせをしていきたいなと思います。一つ目がね、24時間チャンネルがね絶賛放送中でございます。先ほどもね冒頭の方で、コメントあったんですが、私みゆの楽曲とその他たくさんのクリエイターさんが、24時間ね、インストの曲でね、参加しています。24時間365日流しっぱなしで聴けるというね YouTube の新しいコンテンツがスタートしています。私みゆの公式 YouTube チャンネルYouTube のトップページからぜひ聴いてください。そしてね、コメントをいただいているのでね、一つ読んでいこうかなって思うんですが、ラジオネームトリズーさん、ありがとうございます。2021年は英語を勉強します。そうすればみゆの言ってることが分かるようになるからっていうね、英語がコメントでいただきました。そういうね、私もね、英語をみんなと英語でねお話できたらいいなって思って Google 翻訳とかを使ってね一生懸命お話ししてるけど、そうだな、私もみんなの日本語でもらったかな、失礼しました。2021年は日本語をね勉強しますということでね、私もみんなの言葉が分かるように少しずつねみんなとおしゃべりしながら英語をね覚えていけるいければいいなと思っております。ぜひねみんなで教え合いっこしながらYouTube のねラジオの時間を過ごしていければいいなと思います。そして、次回の YouTube ラジオは年が明けまして1月11日月曜日祝日の夜9時からとなります。この日はね成人の日っていう、日本では、20歳になると成人って呼ばれるんだけど、その
大人になるイベントというか、大人になったねおめでとうっていうイベントがあるんだけどね、実は私も今回でね、その11日1月11日で新成人の代でございます。みんなでね、なんか自分の国では成人の日のイベントとかね、お祝いとかあるよとか、そういうお話もねみんなでしたいなと思っておりますので、ぜひねまた私の部屋に遊びに来る感じでコメントでねたくさん参加していただければと思います。ということでね、今日も YouTube ラジオをお聴きいただきありがとうございました。皆さんね、良いお年をお迎えください。それではみゆでした。バイバイ。月が綺麗なこの夜、君とした話を思い出す。月が綺麗で星も見えるよ。嬉しそうに話す君、ついこっちまで笑いながら窓の外を見る。ねえ今日も綺麗だよ。今すぐに会いたくなるよなんて思う夜。電話が